はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。今私は今年の6月からフォトグラファー、インスタグラムのね写真とリール動画の担当をさせてもらっている鎌倉にある報国寺というお寺にやってきました。報国寺は足利上杉、両家のね菩薩寺として栄えましたと。で開山はね、天眼恵光さんという人で、中国からちょっとねいろいろ難しい説明があるんですけど、1334年に建立されて、宗派は臨済宗建長寺派というね流派になっています。竹の種類がね2種類あるらしいんですけど、孟宗竹というね、竹林がすごく有名で綺麗な竹林になっています。今日はね今年最後の、撮影にやってきたんですけど、ちょっとねまだ時間があるので、中をね皆さんと一緒に、歩いてみたいと思います。今日はね、12月26日なんですが、かなり人が少なくてですね、すごく参拝しやすい日になっています。ということで中に入ってみましょう。報国寺はね竹林でも有名なんですけど、すごくね竹が綺麗なのも特徴になっています。竹じゃない、苔が綺麗なのも特徴になっています。これはね多分新しい苔を植えるんだと思います。すごいね、あんまり苔に詳しくないんですけど、多分何種類かのね苔が生えているんだろうなと思います。まだね12月の26なのに少しだけねもみじが残っていますね。このお寺はね毎朝もね何人もの庭師さんが、ここに来て、掃除をしているんですね。なので今落ち葉はほとんどないんですけど、またね1日経つと本当にたくさんの量の落ち葉が積もっています。いつもねこんなねすごい量のね落ち葉を掃除してるなんてすごいなって尊敬しています。ここが本堂ですね。ちょっとね参拝してからチケットを買って中に入りましょう。ここは枯山水の庭です。枯山水の庭はねすごくシンプルですが、水がないのにね川の流れとかっていうのを表しているのが特徴ですね。鯉がいますね。かわいい。なんだろうこのねすごい静かな音が、日々のね忙しさとかを忘れさせてくれるような、そんなね不思議な雰囲気を持ったお寺ですね。よいしょ。このね竹林は江戸時代から、このねお寺にあったと言われています。もちろん竹の寿命はそんなに長くないので、多分古い竹っていうのはなくなっちゃったと思うんですけど、それでもねすごく太い竹っていうのはすごい特徴的ですね。で今ねこのわらしきっていうのを敷いて竹をねちょっとあったかくして、守っています。ちょっと詳しいことはねちょっとわからないんですけど、でもこれはね冬の間だけしか見られない光景ですね。すごくね神秘的。いつもね写真を撮りに来るとそっちから太陽がね昇るんですけど、本当にこのね光の感じがすごく綺麗ですね。めっちゃ綺麗。今日は本当に人がいないので、散策しやすくて嬉しいです。見て、すごい
紅葉が綺麗ですね。まだね紅葉がほんの少しだけ残っていますね。本当に報国寺はねすごい紅葉がね長いです。多分紅葉の期間が1ヶ月半ぐらい続いたような気がします。そう、場所によって全然ね温度が違うんだと思います。温度とか日照時間とか。そうだからすごくね長い間今年紅葉を楽しむことができました。普段はねここに人がいたりするんですけど、今日は本当に人がいませんね。すごい綺麗。本当になんだろう、このお寺に来るのは今年はねもう20回くらい来てるかもしれません。でも本当に来るたびに感動するし、来るたびに綺麗だなお寺だなって思っています。そしてね、もう一つ私のお気に入りのポイントがあるんですけど、それはねなんと抹茶が飲めることです。ちょっとね今からそうちょっと待って。ところでちょっとね抹茶を飲む前に注意があります。Do not touch the bamboo。そう折るとね折れてしまったりとか黄色くなっちゃうから触らないでって書いてあるんですけど、これはねぜひここに来る人みんな守ってほしいです。じゃあねちょっと抹茶を飲んでいきましょう。ここはね久光庵さんという、報国寺の中で抹茶を飲める場所になっています。よいしょ。パンフレットもらいました。英語でもね書いてあるので、日本語が読めない方も大丈夫です。ちょっとね紹介し忘れちゃったんですけど、櫓と呼ばれるね横穴式のお墓が実は報国寺にはあります。で足利家持さんという方と足利家時さんっていう人のお墓があります。その他ね仏像も中にあるんですけど、一般の方が見ることはできません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。抹茶が来たのでいただいていきましょう。すごい湯気が出てますね。すごい。まずは、この東と呼ばれる小さいねお菓子を食べていきましょう。これは鎌倉で一番有名なお土産屋さん、鳩サブレーっていうね会社があるんですけど、その人たちが報国寺のために作ったお菓子になってます。美味しい。報国寺のね抹茶は本当に本格的なんですね。京都にある辻利というねお店が報国寺のために特別にブレンドした抹茶になっているので、この抹茶はここでしか飲むことができません。本当に美味しい。でね、その本格的なお抹茶をこう手軽にね楽しんでもらうっていうのがコンセプトなので、海外の人にもね、気兼ねなくね楽しんでもらえるんじゃないかなって思います。うちは竹の形になってますね。すごい可愛い。これも報国寺のために作られたお菓子です。このね干菓子を先に食べて抹茶を飲むとなんかねコーヒーの中にちょっと砂糖を入れてるみたいな、そういう味なんていうのかな、抹茶もちょっとカフェインが入っててちょっとだけ苦みがあるので、その苦みとこの砂糖がすごくいい感じになっています。でね、こうやって本当に竹林を眺めてると水の音もねすごく綺麗だし、忙しい毎日を忘れることができますね。本当に鎌倉に来た人は絶対報国寺にね行ってみてほしいです。報国寺に来たら絶対にね抹茶をね頼んでみてほしいです。ということで今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。皆さんもね良いお年をお迎えください。そしてね来年ぜひね日本に来たら報国寺にもね遊びに来てください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。